不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは東京23区にお住まいの50代後半の主婦の方からいただいたお話です。その方を仮に陽子さんとお呼びします。さて、陽子さんは旦那さんと2人のお子さん、そして旦那さんの母親と一緒に暮らしていました。もともと旦那さんのご両親の家を改築して、旦那さんの両親と一つ屋根の下で暮らしていたそうです。義理の父が亡くなると未亡人の姑さんだけになり、陽子さんは気を使い大変でした。嫁と姑がいがみ合っていたわけではないのですが、お互い決して反りが合うというわけではありませんでした。それでも陽子さん夫婦に子供が2人でき、子育てが大変なうちは子供が緩衝地帯になるので、姑さんとは何とかうまくやっていけました。そして子供が大きくなると、陽子さんは仕事に出るようになり、さらに姑さんとの接点を少なくしていくことができたということです。簡単に言うと、嫁と姑の仲は決して良いわけではなかったのですが、忙しさに紛れて大きな摩擦は起きなかったということです。そして月日は流れ、陽子さん夫婦の2人の子供たちも成人して結婚もし、独立していったそうです。さて、子供たちが家を出て行ってしまうと、陽子さん夫婦は2人きりになり、すっかり寂しくなってしまいました。すると姑さんも年を取ったのもあるのですが、陽子さんに対して前にも増して口うるさくなり、干渉してくるようになりました。陽子さんは子供がいなくなると、やっぱり自分に注意が向いてきたと思ったそうで、うんざりでした。そんな折、陽子さん夫婦は子供たちがいなくなった寂しさを紛らわすために犬を飼うことにしました。それは黒毛の中型犬のプードルで、陽子さん夫婦はそれは我が子のようにそのプードルを可愛がり大事にしたそうです。夫婦の注意はプードルに向き、陽子さんもいつしか姑さんに関心がいかなくなり、ワンちゃんの世話につきっきりでした。ペットショップで洋服を選んで着せてみたり、休日はお散歩やドッグランに出かけたりで、いつしか寂しさも消えていったということでした。ただ、それをよく思わないのが姑さんでした。陽子さんが犬の世話ばかりして自分の面倒を見ないし気にも留めないとご近所に陰口を言っていたそうです。とにかく姑さんは嫁の態度が気に食わなかったのですが、その矛先は陽子さんではなく、そのプードルに向けられたのです。姑さんはそのプードルが大嫌いで、とにかく気に食わないので、陽子さん夫婦が見ていないところでプードルをいじめていたのです。どんなことをしていたのかまでは隠れてやりますから、陽子さんにもわからなかったのですが、犬が嫌がることをしていたことは確かでした。犬はいじめる人には決して懐きませんから、表面的に可愛がっているふりをして姑さんが撫でようとすると、プードルは嫌がっていつも逃げたそうです。そしていつしかリビングにお姑さんがいるだけでも中には入ってこなくなっていました。ちなみにプードルという犬種は犬の中でも最も頭の良いボーダーコリーの次に賢い犬種とされていて、学習能力が際立って高いそうです。さて、それから何年か経ち、その姑さんも亡くなりました。葬儀納骨もすべて終わり、陽子さんはほっとしました。そしてその後しばらくは陽子さん夫婦とプードルとで静かに平穏に暮らしていました。さて、お姑さんが亡くなって1年ぐらい経った頃でした。ある夜、旦那さんが帰ってくる前に、陽子さんは先にお風呂に入っていました。家には陽子さんとプードルだけで、陽子さんがお風呂に入っているときは、
だいたいワンちゃんは自分の好きな場所で休んでいたり、おもちゃで遊んでいたりしました。しばらくして陽子さんがお風呂から出て着替えてリビングに行くと、いつもはいるはずのプードルがいませんでした。陽子さんはどこ行ったのかなと思い、プードルを呼んでみたのですが、現れません。そんなことはめったにないので、気になった陽子さんが部屋の中を探してみると、何のことはない、プードルはダイニングの机の下の奥の方にうずくまっていました。陽子さんはその時はおもちゃが何かの拍子で机の下に入り込んだので、それで潜り込んでいたのだろうくらいに思ったそうです。ところがその次の日も、陽子さんが買い物から帰ってくると、いつもお出迎えをしてくれるプードルが出てきません。どこにいるのかとまた探すと、やはり同じダイニングのテーブルの下で縮こまっていました。陽子さんは、あれおかしいな、また隠れて遊んでいたのかな、と妙に思ったそうです。そしてさらにその次の日でした。また同じように陽子さんが出かけて帰ってくると、プードルは机の下に潜り込んでいました。この時はさすがに陽子さんは犬なりに理由があって隠れているのではないかとは思いました。でもそんな理由は全く思いつきません。そこで陽子さんはプードルに出てらっしゃいと机の下から出るように促したそうです。すると陽子さんはおやと思いました。プードルは陽子さんの後ろにある何かを凝視しながら小刻みに震えていたのです。その時陽子さんはほんの一瞬でしたが、背筋がゾクッとしました。誰かいると思いすぐに振り返りました。でもそこはいつものリビングルームが見えるだけで、もちろん誰もいませんでした。ただ誰かが後ろにいる気配がかすかにしたのと、プードルは背後の何かに怯えているのも確かだったので、陽子さんは少し怖くなりました。結局その夜は特に何事もなく過ぎたので、陽子さんは気にしないようにしたのですが、それから毎晩プードルは同じような行動をしました。ある時は机の下、またある時はベッドの下、時にはソファーの狭い下に隠れていることもありました。そしてその度に一点を見つめて、まるでそこに恐ろしい敵がいるかのように震えていたのです。陽子さんはその原因がわからないままちょうど1週間が経ったそうです。その夜も陽子さんが外出から戻ると、また相変わらずプードルが見当たりません。また今夜もかと思い、隠れる可能性のあるいつもの場所を探しましたが、どういうわけかその夜はどこにもいませんでした。心配になった陽子さんはプードルを呼びながら隠れるはずのないような場所までくまなく探したそうです。するとかすかに犬のうなり声が聞こえました。あ、洗面所にいると陽子さんはすぐ分かり駆けつけました。すると驚くことに、プードルは備え付けの洗面台と洗濯機の間のとてつもなく狭い隙間に入り込んで、うーっとうなっていたのです。これにはさすがの陽子さんも驚き、何してんのとプードルを引きずり出そうと手を出しました。でもその瞬間、陽子さんの手は止まり、犬の異様な雰囲気に愕然としたそうです。プードルは今までにない警戒心でじっとまた陽子さんの背後を見つめていたのです。するとその時、陽子さんは再び後ろに人が立っている強い気配を感じました。まさかこの家には私たち以外に誰かいる？そう思った途端、プードルが視線の先に向かってワンワン吠えつきました。陽子さんは血の気が引きましたが、勇気を出して振り返ると、そこにはやはり誰もいませんでした。
ところが誰かの気配のようなものは一向になくならず、犬も吠え続けていました。陽子さんは思わずその何かに出て行ってと叫んだそうです。そしてプードルに大丈夫だよ大丈夫だよとなだめていると、突然犬はおとなしくなり、隙間からゆっくり出てきたそうです。気がつくと陽子さんが感じた誰かの気配も消えていたので、その何かが去っていったのだと思いました。プードルを抱きかかえながら陽子さんは、この1週間一体この子は何を見ていたんだろう、特に今夜は明らかに何かに吠えていたとずっと考えていました。すると吠えつく相手はこの子が嫌いな人という言葉が頭をよぎりました。そして思わず亡くなった姑さんの顔が浮かんだそうです。そして次の瞬間、陽子さんは「あ、そうだ!」と気がつきました。その日はあの姑さんの命日だったのです。1年前の今日、姑さんは亡くなりました。陽子さんはすっかりその署名日を忘れていたそうです。ちょうど1週間前から犬の様子がおかしくなり、まるでこの家に得体の知れない何かがさまよっているかのように感じましたが、それは気のせいではなく姑さんの霊だったのかもしれない。そう考えると陽子さんは凍りついたそうです。もちろんその日、陽子さん夫婦はすぐにきちんとお姑さんの供養をしました。そしてお姑さんの霊はあの世に戻っていったのか、それを裏付けるかのように、命日のその日を境にピタッとプードルが何かに吠えて隠れることはなくなったということでした。でも陽子さんは来年の命日が今から恐ろしいと最後に言っていたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。